こんにちは、スパコです。今回は約1ヶ月保存できて冷凍庫から出して温めるだけで食べられる冷凍弁当を5種類作っていこうと思います。毎朝のお弁当作りは大変です。なので朝お弁当を作らずに済むように冷凍弁当をストックしています。お弁当に持って行ってもらったり、忙しい時には夜ご飯としても活用しています。慌ただしい朝、ほんの少しのゆとりを与えてくれる素敵なアイデアなので、よかったらぜひ参考にしてみてくださいね。パスタがスローフードであることはご存知でしたか？実はご飯やパンなどの他の主食に比べて食後の血糖値が上がりにくく、体脂肪として蓄積されにくい低 GI 食品なんです。私たちの体でゆっくりと消化・吸収されるので、腹持ちが良くダイエットにも効果的とされています。ここでポイントですが、お肉をしっかり混ぜすぎないこと。解凍後にお肉が硬くならないように軽く混ぜて丸めていきます。最後にパスタもここに入れて洗い物を減らします。パスタを冷凍する時の鉄則。後で食べやすいように一口サイズに巻いて入れていきましょう。もしお家にあったら粉チーズをたっぷり入れておくとより風味が増して美味しいです。蓋の表面にラベラーでシールを貼っておけば凍った状態でも分かりやすくなります。まずはお弁当の副菜、ほうれん草のごま和えを作ります。今回ほうれん草は冷凍するので、水分をいつもよりしっかりめに切ります。その後、濃いめの味付けでごま和えを完成させます。解凍すると水分が出て風味も薄くなりやすいからです。さつまいもはレモン煮にしていきます。そしてチキン弁当の影の主役でもあるいり卵。洗い物が少なくて済む電子レンジでさっと作っていきます。
そうしましたら、先ほど作った炒り卵の上に照り焼きチキンを乗せていきます。盛り付けには炒り卵を入れると大変彩りも良く、食欲も湧きます。これだけでも十分美味しいんですが、今回はここにさらに焼き鮭の切り身も一つドーンと乗せていきます。まずは何品かおかずから作っていきましょう。ピーマンを千切りにしていきます。シーチキン、鶏ガラスープ、塩コショウ、ごま油を入れて600ワットの電子レンジで2分ほど加熱します。簡単に美味しいピーツナの完成です。おかずをもう一品、レンコンのきんぴらを作ります。薄く切るのが時短になるので、ここはスライサーに頼ります。そして3品目はちくわの磯辺焼きを作ります。そしてもう一品、先ほどのブロッコリーの茎と冷凍庫にあった適当な野菜をミキサーに入れます。細かく刻んだら卵の中へ、野菜入りの卵焼きを作ります。さあ、おかずが揃ったので盛り付けていきましょう。ご飯の上におかか醤油とちぎった味のりをたっぷり乗せていきましょう。最後は先ほどから作っていたおかずを全部詰めていきます。100均や Amazon で買える幕の内の押し型を使うとより雰囲気が出て、しかもご飯が食べやすくなるのでおすすめです。
汁が出やすいものがあればカップに入れましょう。最後にごまを振ったら完成です。見た目の可愛さだけでなく、ご飯もおかずもすべてが一口サイズなので食べやすさもあります。最後に冷凍ジュースを紹介します。このリンゴジュースは無添加で1本430円ほどですが、こんな風に容器を使えば4本のジュースが作れます。コンビニで買うと1本200円くらいしますよね。凍ったジュースを保冷剤代わりにすれば一石二鳥です。お弁当容器にラベルをつけてストックしておくと、凍って白くなって中が見えなくなっても迷わず選ぶことができます。平日の朝は夫や子供と一緒に朝ごはんをゆっくり食べる時間がありませんでしたが、冷凍弁当を活用したことで少し余裕が生まれ、家族との会話が増えたように感じます。さらに言うと、もう1時間ゆっくり寝ることもできます。自分の時間を冷凍貯金して朝の余裕を手に入れることができます。夫も冷凍庫から好きなお弁当を選ぶのが意外と楽しそうです。今回の動画の内容が少しでも皆さんのお役に、またはあと1時間ゆっくり寝ることができるようになったらとっても嬉しいです。このチャンネルでは普段は成城石井元店長の夫スパオがおすすめする成城石井やカルディ、百貨店グルメやおすすめ手土産など食にまつわるあらゆる情報を発信しています。たまに私つぱこの方でも冷凍術やお気に入りのキッチンツールの動画を配信しているので、また遊びに来てくださいね。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンいつもありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。